最近ね、夜遊びのアイドルがすごい流行ってますね。私夜遊びのイクラのファンです。はい。極めてどうでもいい話でした。それは置いといて。歌詞の一部にですね、ちょっと面白いことがあるんですよ。私は夜遊びのアイドルの最初の部分のラップを聞いた時に別に特にそういうことは感じなかったんですけれども、関西の方がですね、抜けてるってこの歌詞を聞いた時に、これが関西弁に聞こえるらしいんですよ。関西弁のアクセント、京阪式アクセントに聞こえるっていうのを言ってて、って思ったんですよ。私はこれを聞いても、標準語のこの抜けてるってこういう風にしか聞こえないですね。抜けてる、つまり低い、高い、高い、高いです。抜けてるですけれども、関西弁を喋る方がこれを聞いて、抜けてるだと思ったみたいですね。関西弁だと何が違うかっていうと、その高い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 なんですよ。抜けてる。これ前も説明したんですけれども、標準語と関西弁の違いですね。標準語では、例えば魚みたいな単語があったら、魚で最初は低いです。標準語では低い低いとか高い高いが連続することではないんですよ。最初が低ければ次は高い。最初が高ければ次は低いっていうふうになってるんですね。なので、魚ってあったら最初は低くて、魚、こうなんですよ。ですけれども、関西弁ではこういうのが、なくて、例えば、魚だったら、魚って全部高く読めるんですね。高い、高い、高い、高い。こういう感じになるんですよね。なので、じゃあ、抜ける、標準語では抜けるっていう動詞は、平板なので抜けるんですけど、これを抜けるって発音したらちょっと関西弁っぽくなるわけですよね。っていうのがあるんですけれども、東京式アクセントを母語とする人っていうのは多分そもそも最初が高いか低いかっていうのに注意して聞いてないんですよ。なので、聞けないんですよ、多分。それが、そういうふうに発音されてても。標準語では、右と左は、右、左、両方とも平板で同じアクセントですね。LHH です。LH。右側、左側ですけども。大阪駅に行った時に、関西の方が、右ちゃうん、左って言ってて。で、これ聞いた時に、今でもですね、アクセントが、これがこっちが右で高い高いで、こっちが最後が上がる。これ区別があるんですよね。平板が2種類あって、これがどっちがどっちなのか思い出せないんですよ。私が今言ってる時も、あれ左だったか左だったか、わからないんですよ、私には。東京式アクセントの方言を喋る人は、最初が低くて次が高いっていうのにもう完全に慣れちゃってるんで、それ以外のものが多分聞けないんですね。で、これ面白いことは他にもあって、とある人の英語の発音教室で、日本人の方がこの文を読んでくださいって先生に言われて、音声では I live here 平らに言ってるんですね。I live here 全部平らに言ってるんですよ。つまり同じ高さですね。なんですけれども、で、その生徒の一人にですね、日本人の方がいて、でおそらくその人は東京式アクセントを母語とする方言を喋ってるんだと思うんですけど、I live here って読んでたんですね。で、これを聞いた先生が、じゃあ、live を強調して読まないようにしましょうっていうふうに直してたんですよ。でもそうじゃないですよ、多分。この生徒さん多分ですけど、自分がこの2番目を強調したとかそういう意識は全くなくて、単純に東京式アクセントの方言を母語とする人はこういう発音を聞いたときにこれに自動的に修正しちゃうんですよ。頭の中で。っていうのに気づいたときに、そうか、母国語のそういうなんか発音が外国語の習得の時にすごい影響するんだなって改めて思って面白いなと思いましたね。つまり私がじゃあ夜遊びの歌を聞いた時に部分が抜けてるって関西弁っぽく聞こえなかったのは自動的に私の脳内でそれを聞いた時に直しちゃってるんですね、多分。何もそういう違和感とか発生しないんですよね。そんな気づきがあったというお話でした。